こんにちは、大神子です。さよです。ウルトラキューブの続き、今回は黄色パック相当まで進めての紹介だよ。工場の全体像も見えてきたね。全体像を話す前に、今回のプレイ指針を話しておこうか。今回のプレイでは、このモッドを楽しむことはもちろんだけど、サブ目標で、今までスルーしてた手法をお試ししているよ。あまり良くないと思ってる手法、習熟度が低い状態で使うわけだ。そんなお試しポイントは、今回は鉄道やロボステだよ。インフラの根幹部分がボロボロだ。そのあたりも踏まえて、話を始めようか。さてさて、工場は紫で囲った部分だね。それ以外は遠くの交渉だよ。交渉が遠すぎる。ちなみにさっき話した通りの理由で、鉄道は利用すること自体が目的だよ。役割ごとに区画が分かれている、いわゆるシティブロックだね。各区画で材料を仕入れて加工するババニラと一緒だけど、キューブを使う区画がいくつかあるんだよね。加工はもとより、掘削にもキューブを使う始末だ。そこで、必要な時だけキューブを運ぶ仕組みを作るよ。メインバス付近がメインで、他はサブって形かな。でも遠くの状態を把握してキューブを浮くさせるのって大変じゃない？面倒だと思う。だからメインサブを分けずに、全員を同列として制御するよ。こういう時に使うのが、列車の同盟駅だね。これがキューブを運ぶ列車だね。この列車一つで青いキューブ一つだけを運ぶよ。キューブ IO って駅とキューブウェイトって駅を往復するんだ。今回の命名規則はこんな感じ。キューブを利用するための駅は全部このキューブ IO 駅だよ。IO ということは入力と出力を両方する駅？そうだね。駅ではまずキューブを下ろして、区画は隙にキューブを使って、使い終わったら列車にキューブを戻すよ。あとは列車が需要のある駅に移動してくれるんだね。同盟駅同士の移動はできないから、苦肉の策として経由駅を通ってるよ。駅を有効にする、つまりキューブを要求する条件は、前回あった作りたいかつ作れるかな。そうだね。複数レシピがあるなら、いずれかのレシピで条件を満たした時だ。ここの得意点区画も前回動いてから80秒のチャージが必要だけど、作れる条件に80秒経過が入るだけだね。キューブ駅の運用はそんなとこかな。みんな自分のことしか考えてないのに、駅のルールだけ決めたらなんだかうまく回りそうだ。こうやって共通のルールを決めて、やり取りする相手を曖昧に扱えることを、抽象化と言ったりするよ。ミコちゃん、抽象化ってゆっくり言ってみて。ねえ、アブストラクション。余談その1をするよ。駅のキューブ制御には、ヒステリシス特性を持たせているよ。ヒステリシスとは、状態の過剰な変化を減らすための仕組みだよ。状態の変化というと、キューブの要求や返却のことかな。それに伴う長距離輸送を減らそうって話だよ。輸送イコール、キューブを何にも使っていない時間だもんね。例えばここの掘削は、1キロまで減ったら6キロまで掘るよ。つまり一度に最低5キロ掘るってことだね。頻繁にキューブを要求して1キロだけ掘るのと比べたら、輸送は5分の1だ。クリアに必要ではないけど、あると嬉しい仕組みだね。極論、1回の訪問で全部掘れば1往復で済むからね。それはやりすぎると楽しくなさそうだから。うちでは在庫は駅と、あとは搬出の高速化用のみとしてるよ。そして余談その2だよ。場所はそのまま、C 倉庫を掘削して破砕する区画だね。ここで出る副産物の石を
抽象化で楽に処理するよ。やりとりする相手を意識せずに、ルール通りにやるだけでいいんだっけ？水見駅のルールは何も考えずに物を積むだけだよ。そうしたら列車が持って行って、よく知らないけど処理してくれるらしい。副産物の水見駅はそんな感じで、もう1駅あるけどそっちも一緒だね。ちなみに、石を資産物として積む駅はあるのかな？交渉が石を資産物として生産するよ。こっちもただ積むだけ。取引相手とのマッチングは列車くんに任せるよ。列車くんの責任が重い。若手にも責任のある仕事を任せているよ。水見はそんな感じ。次は荷下ろしを見ようか。ここが石を加工する区画で、資産物の荷下ろし駅と副産物の荷下ろし駅があるよ。2つの駅からベルトが合流してるね。右が資産物で左が副産物だね。今は副産物はないけども。この1区画だけ、副産物も資産物も使うけど、副産物を優先で使うようにするよ。するとどうなる？具体的な優先消費を考えるのはここだけなのに、工場全体で副産物処理の仕組みが完成するよ。みんな何も考えてないけど、誰かがうまいことやってくれたらしい。まあ在庫状況でレシピを切り替えたり、それでも詰まったらどうするとか考えどころはあるけどね。こうしてみると、バニラの列車も十分に強力なんだね。廃車モッドの UI が苦手だし、バニラで満足してるよ。そして唐突に余談2の2が始まるよ。もう余談がメインなのでは？鉄道は移動先の場所や移動経路を抽象的に扱えたよね。場所や経路を抽象化するシステム、他にもあったような。そう、物流ネットワークでも同じことはできるよ。もう動画の余白が狭すぎるのであっさりいくけど、だいたいこんな感じだよね。今回は窓口となる入荷と出荷だけ考えようか。で、そういう窓口だと知ってればそれでいいよ。終了。資産物を作りました。赤にぽい。副産物が出ました。紫にぽい。出荷したいです。青からひょい。よくわからないけど、ロボがうまく在庫調整してくれるらしい。物の役割を知って、ただその通りに使う。とっても簡単な話だね。なおこれが通じるのは物流ロボだけで、建設ロボは別の価値観で動く模様。タクトリオくん、制御とか定義とか苦手だからな。では長い余談を終えて、そろそろ工場に戻ろうか。さて、ゲームが進んでキューブは次の姿を見せるよ。青キューブ1個、白キューブ64個と相互変換できるんだ。1個でも扱いに困るキューブが64個か。もちろん、64台で同時にクラフトに使えるよ。それがこの区画だ。6種類のクラフトとボイラーが各8台。最大56並列の過剰ラインだ。白キューブは物流ロボに運んでもらってるよ。制御も必要なのに、一体どんな怪しげな黒魔術を使ったんだ。作りたいかつ作れるときに、要求チェストに白キューブの要求を設定するよ。ずっと使ってきたメラじゃん。ここまで大きく複雑になると、イレギュラーも増えるけど、結局のところ、愚直な仕組みの組み合わせだよ。それはそれとして、各8台は多いね。毎秒100個生産が8台で毎秒800個、赤ベルト27本分だ。もう流量やベルトバランスに問題が出るよ。はっちゃけてアンバランスになったのは否めないけど、キューブを要求する条件とか、作りたい、作れるとは何かとか、そういう言語化の集大成だから満足してるよ。自分で自分を満たせて偉い。さてお披露目も済んだし、モッド要素の紹介をして終わろうか。脳気質とエタノールから気越と絶望を得るレシピ。
ここから少し設定のネタバレを含むけど、キューブの謎解きは宇宙や生命の謎につながっていくよ。そのせいか、脳や魂に関わるアイテムが多めだね。霊廟がチェスト扱いとか知らないでプレイすると面食らうかも。いや知っててもそこは面食らうけど。まあ一見堅苦しいようで、設定は大味な B 級ってことだね。つまり細かいことを気にしたら負けです。脳にアルコールを注いだら嬉しかったり苦しかったりする。それくらいのお気楽さで挑んでいこう。苦しいなら飲まなければいいのに。さて、今回はこんなとこかな。ここまでは作りたいかつ作れるのルールで愚直に来れたね。次回はクリア時の工場を紹介するよ。ではでは、ご視聴ありがとうございました。